こんにちは、しきこです。このチャンネルでは少ないものでおしゃれに暮らすというテーマでお送りしています。今回はゲストをお招きしてテーマに沿って対談していきたいと思います。自己紹介お願いします。散らかってるけどちゃんと暮らしたいをテーマに丁寧な暮らしを心がけ始めたシュと申します。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。本当今日楽しみにしていました。シュウさんとは気が合うなとか考え方が合うなと思っていたので、ちょっとこれからねお話しするテーマが楽しみです。ミニマリストが実践するあるもので十分な暮らしというテーマで喋っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ですね、私がちょっと気をつけてることって言ったら、まずミニマリストになるプロセスとしてやっぱり収納とかって余ってくるんですよね。で、私はやっぱりプラスチックとかむやみやたらと捨てたくないっていうのがあって、もう結構それは本当に汚いもの以外は取ってることが多いんですよね。っていうのはやっぱり物を減らしても減らしたからちっちゃい収納これがあったなみたいな感じでそれが使えたりとかするので、私は物が減らして収納がいっぱい余っても、ある程度ねたくさんあったらそれは譲ったりとか売ったりとかするんですけど、ある程度になってでも、人に譲れない感じだし、でもやっぱりちっちゃい収納でこれはまた使えるかもっていうのは取っておきます。ちょっとミニマリストっぽくないなと思うかもしれないんですけど、私のミニマリズムっていうのはやっぱり長く使えるとか、むやみやたらと捨てないっていうのがあるので、やっぱ資源とか環境とか考えた時に、自分のお家に余裕があるなら収納は逆に捨てないみたいなのは思ってます。しゅうさんどうですか？私も保留コーナーっていうのがお部屋の方に用意してあるんですけど、最近その保留コーナーから買い戻すシステムにしたんですこれ賛否両論あると思うんですよ。一度手放すと決めたというか保留にしているものをまた持ってくるのはどうなんだってご意見もあると思うんですけど、私がその保留コーナーから掘り起こすタイミングって、外に出かけた時に欲しいものがあるとするじゃないですか、収納とか何か、っていうのが起こった時に買う前にちょっと待って、自分の家の保留コーナーからできれば戻せれば新しく買わなくて済むし、お財布にも優しいし、またそれを使うで消耗して使い切るっていう暮らしの方が循環すると思ったんですよね。自分の中でもそうですけど、社会っていうんですかね、いろいろ環境問題もやっぱり気になるので、すぐ捨てちゃう、ゴミになる、でゴミ処理ができなくて埋め立てになるとか海外に起こっているニュースを見るとすごく嫌なんですよ。なんでできれば自己完結したいくて、だから保留コーナーから掘り起こしたり、よくやるのは紙袋とか紙箱を使ってサイズの収納を作ってみて、そこに本当に収納が必要なら合う収納を考えるとか、足すっていうのはすると思うんですけど、だいたい空箱で十分だったりするんですよね。そうですね。だから今だとすごくバランスよくがない状態で暮らせてますね。やってみるとそういう生活をリサイクルする、自分のお家の中でリサイクルするっていう生活をやってみると案外すっきりするなって思ったり、
罪悪感がないし、本当にお金も減らないし、そうなんですよね。それがすごいいいなって思ってます、私も。気持ちいいですよね、逆に。買ってばっかりいた頃、収納、可愛い収納、色が揃ってる収納だとか、木でできた収納とか、いろいろ買ってしまっていた時っていうのは、やっぱり収納貧乏というかお金も稼ぐだけなんか考えなしに使って貯金がないみたいなことになってたので、今本当にこう落ち着いてきたなって思います。その買い方だったり、食材の買い方もそれに何て言うんですかね、いろいろその買い方に慣れると、いろんなところで自分の買い方が見直されていくんですよね。使い方とか、っていうところにつながってる気がしますね。なるほど。ね、私ドイツの暮らし、私ドイツに行ったことがなくて、どういう風に暮らされてる人が多いのかなってすごく興味があるんですよね。その物に対する考え方とかを、そういうあるもので十分って言って大事にする人とかって多いですか？ドイツで、私が思うに結構セカンドハンドとかで、日本でもねメルカリとかあるんですけど、こっちもなんか洋服とかだったらヴィンテッドっていうそういうシステムがあって、そういうとことか結構やり取りしてて、やっぱりセカンドハンドで買うこととかすごい多いなって思ったりとか、あと eBay クラインアンツァイゲっていうそういうシステムがあるんですけど、そういうとこでも家具とかもいらなかったらもう本当プレゼントします。ジモティーみたいな感じですかね。そういうのとか、日本は私本当にもう全然住んでないからわからないんですけど、例えばブランド品とかだったら絶対こっちの方が高値で売れるなっていう気はします。そうなんですか？例えば私の経験上、ディオールのバッグを日本でセカンドハンドで買ってたんですよ。それも10年以上前に。で、それがその買った時の値段よりも高く売れたんですよ。中古の方が価値を見出してもらえるんですかね？中古でも価値がそこまで減らないのかな。っていうか日本の多分中古よりもこっちの中古のでなんかブランド品売るともっとお金が入ってくるような気がします。なんかあれですかね、地域の方のその価値観っていうか、古き良きみたいなところがあるんですかね？それはすごいありますね。私の憧れも、家族とか、義理のね両親とか全然ミニマリストとかではないんですけど、でもやっぱり私のパートナーがちっちゃい時に遊んでたおもちゃで孫っていうか私の子供が遊んでたりとか、昔ながらのゆりかごがあって、それを私の息子たちも使ったりとかして、なんかむやみやたらとなんか物を捨てないとか、あと子供服は本当に循環してて、私たちの息子はほとんど買わないんですよ。もうお下がりばっかり使ってて、なんかでもそれがなんか当たり前みたいな感じなので、物を大切に使うとかすごいあるなって思ってて、あとなんかゴミ、プラスチックのゴミとか、例えばですよ、生ゴミとか新聞紙の中に入れてそれをそのまま捨てるとか、ゴミ袋自体買わないですね。うちの義理の母とかは買わなくって、なんかプラスチックが出たらそれをゴミ箱にするみたいな。すごいナイスアイディアですね。そうとかやってます。そのパンとかのゴミ袋とかを、おむつ入れたりとか。丈夫ですよね。そう私は子供がね干した時はなんかちょっと袋に入れて捨てないと嫌なんですけど、義理の母はなんかそういうのを使おうと思って出したら、もったいないそんなプラスチックって言ってそのまま捨てなさいって言われました。
できればそういう気持ちもね痛いですよね。そのプラスチックを使わずにの状態で渋い人が包んでて、お母さんの気持ちも分かりますけど、匂いを閉じ込めたいしきこさんの気持ちもすごいよく分かる。だからショーの方はね全然そのまま私も何も使わずにほんと捨てるんですけど、でもなんかやっぱ匂いとかもう大きくなってきたし量とかも考えるとやっぱそういうのはちょっと抵抗あるなと思って、でもそれでリユースの袋使ったりとか、そのまま捨てたりとかっていう人もなんかそのちっちゃい積み重ねを大切にしてるなと思って、なるだけプラスチックのゴミ出さないとか、思いました。私もそのプラスチックのゴミが嫌で、できれば、なしの状態で暮らしたくて、最近、農家さんから、野菜とかお米、卵を届けてもらうようになったんですよ。紹介されてて、その住んでる地域の交流サイトっていうんですかね、農家さんとそれを買いたい人をつなげるところで、教えてもらって買ったら全部新聞紙でくるんであって、野菜が。いいですね。そうなんです。結構野菜の包装に使われてるプラの袋がスーパーで買うとほとんど全部にかかってて。そうですね、日本は特にそうなんです。週に1回ゴミ出すにしても傘がすごくなって、やだな、バラ売りでなんで売ってくれないんだろうって思ってたんですけど、農家さんから届いたら全部新聞紙でもう嬉しくなっちゃって、卵とかも返却するんですよ、パックを。なんで日本だとプラスチックの容器に卵が入ってるんで、全部それプラゴミで回収されるんですけど、プラスチックじゃないっていうのと、お米の袋も紙袋で入ってて、全部プラスチックフリーだったんですよ。あれが私が望んでた買い方だと思ったらすごく嬉しくて、なんかそのゴミを出したくないお母さんの気持ち、しきこさんの気持ちすごいわかります。なんかドイツのオーガニックのスーパーってバラ売りなんですよ。袋を買えるようになってたりとかもするんですよね。でそれをリユースする。住みたいです。そういうところもすごい理想だと思います。あと、普通のちょっとディスカウントショップとかだったら結構プラスチックあるとこも多いんですけど、でプラスチックの袋が置いてあってここに入れてみたいな感じのあるんですけど、私はもうそのここに入れてってやつは使わなくって、もうそのまま入れて、もう直で買ってます。私もそうしたいですね。もしその場にいたら、フリーのあるその袋使わないでもう直接入れたいのと、さっき子供の服のお下がりの話出たじゃないですか。日本だと新品が結構価値がある考え方の人多分多いと思うんですよ。Amazon とかそういうところで家具にしても家電、洋服、何でも新しいものがいいんですよね。綺麗だから。中古だと人が使ってるのが嫌な人が多いのか、結構新品のものを買う習慣があるんですけど、それが嫌なんですよ。できればお下がりでおもちゃとか、絵本とか、そういうものを仲良くみんなでつなぐことをしたくて、そのセカンドハンドが当たり前の習慣になってるってすごいな、素晴らしいなって思いました。そうですね、結構家具とかでもすぐ売れたりするので、私もなんか家具とかちょっと欲しかったらまずはそのセカンドハンドで見て、なかったら新品を買うみたいな感じにしてますね。あと衛生面とかでこれは新品がいいなって思うのは買うんですけど、でもまずは一応見てみるみたいなはなんか習慣化してます。あと最近
日本でジモティっていうはい。無料であげます、はい。もらいますみたいなサイトがあるんですけど、日本の屋根に乗ってる、家の屋根に乗ってる瓦を無料であげるよっていう情報が出てて、はい、瓦って産業廃棄物になっちゃうんですよね、日本だと。へー。で、私花壇が作りたくて、はい、庭の外に、はい、レンガをお店で買うと、はい、5000円とか1万円とか、3平米ぐらいの花壇を作ると、結構するってことにどうしようかなって悩んでたんですけど、瓦が無料って、できますよね。可能性がありますよね。なんか花壇もできるし、リサイクルのしがいがあるなと思って、そうなんていうんですかね、みんな捨てようとするんでもったいないですよね。まあ無料でねくれる人いるからいいんですけど、やっぱりつないでいきたいですね。そうなんかそのつなぐっていうのってすごい生活する上でキーワードだなって思っていて、なんか愛の循環みたいな感じするなと思っていて、私がいらないもので本当にもう無料でも受け取ってもらってありがたいなって思える気持ちがあったりするので、なんかそれで、その受け取る側も嬉しいしって言ったらやっぱその嬉しさっていうか愛が芽生えるような感じがあるので、なんかそこのなんかそれを大切にするなんか暮らしっていうのはつなげる暮らしってすごいなんかこれからもうすごい重要なテーマなのかなって思います。捨てるばっかりじゃね、続いていかないと思うんですよね。そうですね。大事に大事にやっぱり使えたらずっと使えるじゃないですか。木でも何でも山切り開いたりしなくても。そうですね。そういうのを貢献できたらいいなってね思いますよね。そのなんか私はなんかゴミでもそのもらう人とか買う人によっては宝物になる場合もすごいあると思うから、あるものちょっといろいろ話はいろんな方向に行ったんですけど、そのあるもので十分っていう考えは本当にその循環するとかそのつなげるっていうのにもすごいつながってくると思うので、そのあるもので十分だよね、リサイクルしてみよう、いらなかったらあげてみよう、で必要だったらもらってみようとか、その買わなくても十分でもあるもので十分だからそのつなげるになって愛の循環みたいな感じで、私はなんかこう生活する上でなんかすごく素敵な考えだなと思っていますね。多分周さんもそういう風に感じていると思うんですけど、そのあるもので暮らしていく考えになってくると、一言でまとめるとハッピーになるみたいなもうそうですね。もう、気持ちも時間もお金も全部そう出されますね。なのでまずはすっごいねお部屋に住んでる人とかもう本当に収納しかないみたいなそういう人だったら、まずは捨てずに、譲るっていうのを選んで譲るっていうのをして、である程度、収納少なくなってきたら、それを、捨てずに一度こうね保留にして、でそこから選んでいくっていうのも、一つの考えかなと思います。もう一個そのテーマでちょっと今思ったことがあって、お部屋が悪化して、汚いお屋敷になっちゃって、よく YouTube とかで業者さんが来てお金をかけてきれいにするっていう動画があるんですけど、ありますね。私思うんですけど、その人にとって貴重なものは全部、その人が持ってる状態で、ここにあるもの全部どうぞってフリーマーケットしたら呼ばなくても綺麗になるんじゃないかなってちょっと思いました。なんかそのでもなんかそういうことをしてる人もいるみたいで、本当になんか譲り受けた家とかでなんか昔の人が住んでて、
ででも家具とかいらないみたいなやつをこう持ってってくださいみたいな感じにしたら、なんか欲しいっていう人もいるみたいなので、欲しいですお部屋本当は理想としてはその綺麗な状態でこう入ってできたらいいんですけど、なんかそこになる前にいらないって思ったらやっぱりこうもう譲っていくとかね、本当にこう売るとか、なんかそっちの方向で、なんか捨てるじゃなくてね、そう捨てるのと全部ゴミなんでね、いけたらいいですよね。理想の世界ですよね、それがね。はい、殺到するんじゃないかなって思うんですよ。ただでもらえると良くないですか？ね、お金もかからないしね、こう処分したい人もね。それすごいね。やった人がいたらなんか動画とかしてほしいです。見てみたい。なんか夫が今、はい、そのボロボロのお家を買ってリノベーション DIY するのにすごく興味があるんで、やれそうだったらちょっとやってみますね。いや、すごいそれすごいチャレンジですね。すごいやりたいみたいで。すごい。DIY できる人なんですか？今一生懸命 YouTube で、その DIY をしてる方の動画をよく見てます。勉強中です。すごい。でもすごいですよね、それできたら。私もなんかいいなとか思うけど、本当に私もできないし、あっちもできないから、そこはちょっと苦労かなと思う。そこまでのあれはないかなと思うので、余力とかは。でもなんかね、しゅうさんの旦那さんやってくると私も楽しみにしてます。ありがとうございます。こんな感じでしゅうさんとのコラボ対談をお送りしてきました。こういう動画がいいなって思った方は、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。後半はしゅうさんのチャンネルで配信するので、しゅうさんの動画もご覧ください。それでは今回はしゅうさんゲストに来てくださってありがとうございました。それではバイバイ。バイ。